死刑囚たちの書いた絵、奇妙な共通点とここなど拘置所6番室。死刑囚の書いた絵はその不気味さからたびたび話題となる。特に有名なのがデオ・カロンチ元死刑囚が描いた絵である。彼は毎晩悪夢にうなされ、その夢に出てきた恐ろしい人物を絵に描いた。その数1200作品以上にも上る。そして彼以外の死刑囚も絵を描くことがあったが、そこには驚くべき共通点があった。その共通点を持つ死刑囚を収容していたここなど拘置所、その歴史には荒地の修道場という忌まわしい絵が関係していた。死刑囚たちが描いた絵の共通点と拘置所にまつわる過去を探っていく。元死刑囚イント・デオ・カロンチをご存知だろうか。1985年ミレージュ共和国首都ウォルンで当時39歳だったデオ・カロンチは家族を持たず職にも就かず泥棒家業で生計を立てていた。ある日いつものように金品目的で家に忍び込んだが、住人の男に姿を見られてしまう。通報を恐れその場で男を殺害。その後家に居座り、数時間後に帰ってきた妻と子供2人を殺害した。事件は翌日に発覚。ミレージュ中を恐怖に陥れた。発覚から3日後、逃亡していたデオ・カロンチは山中で逮捕される。ウォルン裁判所はデオ・カロンチにその身勝手な動機と残忍性を理由に死刑判決を言い渡した。その後ミレージュ南部にあるココナド拘置所に移送され、刑の執行までそこで過ごしたという。彼は拘置所に入るとすぐに精神が耗弱、毎晩悪夢を見ると言い錯乱し始めた。そんな中、デオ・カロンチは紙とペンを拘置所に要求。拘置所は彼に紙とペンを与えた。すると驚くべきことに何枚も絵を描き始めたのだ。錯乱状態でほとんど会話ができなかったにもかかわらず、絵を描くときは落ち着いた様子で周りの刑務員たちは驚いたという。彼はもともと絵をたしなんでいた過去はなかったものの、その絵は美しくどこか不気味だった。本人は夢の中で毎晩恐ろしい見た目をした人物に追いかけられると言い、その人物を目覚めてから絵にしたという。拘置所はその絵を公開。あまりの不気味さから話題を呼んだ。さらに絵に魅了された人たちが拘置所に絵の販売を求め、裁判所は許可を出し、オークションに出されることになった。すると死刑囚が描いた絵にもかかわらず高値がつき、ますます人気が高まった。しかしデオ・カロンチ本人は毎晩の悪夢に苦しみ、それを絵に描くことで救われるという毎日を過ごしていた。その数約1200作品以上となり、デオ・カロンチの名前は世界的に有名となったが、1999年死刑執行。その人生に幕を閉じた。同じように悪夢を絵に描く死刑囚はデオ・カロンチだけではなかった。デオ・カロンチの死刑執行から74年前、1925年に逮捕されたエボア・ニュールは死刑判決を受け、デオ・カロンチと同じココナド拘置所で刑の執行までを過ごした。ニュールは拘置所に入所後、錯乱状態になり、悪夢の男に殺されると叫び続けたという。そして当時の刑務官もニュールに鉛筆で絵を描くことを許可した。すると次々に絵を描いた。残存している絵は1枚しかないものの、その絵のタッチはデオ・カロンチと非常によく似ている。現在この絵を所持している実業家のモルズ・カンバー氏は、この絵は当時刑務官をしていた祖父から受け継いだものです。不気味だがどこか魅力的だと祖父も言っていましたし、私もそう感じます。デオ・カロンチの絵が有名になった時、あまりに絵が似ているので怖さを感じました。そう語った。共通点は絵の酷似だけではない。デオ・カロンチとニュールは犯した罪も似ていた。家族全員を手にかけたデオ・カロンチと同様に、ニュールもまた人間関係のこじれの末にとある一家全員を手にかけ死刑判決を受けている。そして拘置所に入所した後の変貌ぶりもまた似ていた。犯行時は2人とも精神耗弱は認められなかったにもかかわらず、入所初日から錯乱状態となった。その原因は同じく悪夢である。
カンバー氏は祖父から聞いた当時のニュールについてこう語る。ニュールは毎晩悪夢を見ると言っていたそうです。毎晩違う恐ろしい人物に追いかけられる。ニュールはその人物を絵に描いていたと聞きました。そして描いている時だけ落ち着きを取り戻していたそうです。これらの点もまたデオカロンチとほとんど同じであった。しかしこれだけではなく、最も恐ろしい共通点を指摘する人物がいた。元刑務官のジョアンダ・パブロカス氏によると、2人の共通点で最も恐ろしいのは6番室であるということだ。ニュールはココナド拘置所の6番室に収容されていた。74年後にデオカロンチが6番室にやってきた。そして2人とも絵を描き始めた。この話は当時の刑務官の中で話題となったよ。しかも一家殺しで6番室に入った者は後にも先にもこの2人しかいない。みんな6番室の呪いだとか好き勝手なことを言っていた。そもそもココナド拘置所があった場所は忌まわしい歴史がある。私はそれが原因だと思っていると。ココナド拘置所は1890年に拘置所となった。それ以前はココナド処刑場だったという。その処刑場ができたのも1800年頃で、さらにその前はハウアー公爵という公爵の屋敷だった。ハウアー公爵は当時の町の有力者で、広大な敷地を所有しており、なんと画家でもあったという。有名な作品の一つにココナドの娘があり、現在もウォールン美術館に展示されている。そしてこのハウアー伯爵とその屋敷は悲しい末路をたどったと歴史学者のマーデン・ターリー氏は語る。ハウアー伯爵は当時のココナド一帯を支配する有力者だった。さらに当時ミレッジ王国の国王だったホラス2世に絵を献上することで国王とも近い存在だったと言われている。ココナドの娘も献上した中の一枚だった。彼は広大な屋敷に親戚を含めた家族20人と暮らしていた。しかしとある時期からハウアーは精神が耗弱していった。理由は定かではないが、とある絵を描いてから様子が急変したと言われている。その絵はハウアーが夢で見た人物を絵にしたもので、完成後その人物がこちらを何度も見てくるとハウアーは言っていたという。その後錯乱状態になったハウアーは家族全員を手にかけ屋敷に火をつけた。言い伝えによると、その原因となった一枚の絵を残して屋敷は全て燃えたと言われている。そしてその絵はすぐに行方不明となってしまった。この事件に関して驚くべき真実が後に判明する。ミレージュから国境をはるか越え、キエンドルフでは荒地の修道場という絵が恐怖の絵として有名だった。制作年不明、作者不明のこの絵、所有者が次々と亡くなると噂されていた。1968年、キエンドルフの政治家カリノ・ローエンの自宅が全焼。ローエンの遺体はおろか、ほとんどが灰になるほどの火事だった。しかしその中から荒れ地の修道女だけ奇跡的に発見される。新聞はこの絵の呪いと噂し、価値が高騰。制作年作者不明の絵にしては異例の高値で取引された。1975年、次の所有者となったのは実業家のヘントローネ・モスナ。彼はこの絵画を使ってビジネスをしようと考えていた。しかしその最中、修道女がこちらを見てくると謎の発言を繰り返し、最終的に失踪してしまう。そして1995年、ヘジトロシア大学がこの絵画の研究に乗り出した。調査の結果、使われている絵の具の中から血液、尿、母乳、唾液などの体液を検出。さらに恐ろしいことに、その体液は数十人から数百人のもので、中にはローエンとモスナの DNA も含まれていたという。そしてこの絵はさらなる研究でハウアー公爵作ということが判明。長年行方不明になっていた屋敷全焼で残った一枚ではないかという驚くべき真実が明らかとなった。この一連の絵にまつわる恐怖に関して研究している絵画コレクターのハーク・ヤンフォン氏によると、ハウアー公爵の屋敷が建てられる前のここなどに関する資料は少ない。だが教会があったという資料はわずかに存在する。その教会は不幸な火事で燃え、多くの修道女が亡くなったという。当時の修道女は家族から切り離され、夫を取ることを禁止された若い女性たちだった。火事の原因は定かではないが、おそらくその修道女の恨みが全ての根源ではないか。
その恨みはハウアー公爵に荒地の修道女を描かせ、家族を殺させ、呪いを伝播させた。 DNA による調査から推測するに、200年で荒地の修道女にまつわる死者は数百人にも及んでいる。そしてその被害者たちの恨みがまた絵に描いてもらおうとデオカロンチやニュールに襲いかかったのではないか。6番室は建物の位置から考えるにハウアー公爵屋敷のアトリエの位置に相当する。火事、家族の死、錯乱状態、悪夢、こちらを見る修道女、さまざまな共通点で結ばれるこれらの絵画たち、そのはっきりとした真相は誰もわからない。もしヤンフォン氏の主張が正しいとすると、一つ謎なのは荒れ地の修道女に殺された被害者は数百人であるのに対し、デオカロンチの作品は約1200作品以上であるということ。一体誰がデオカロンチに助けを求めているのであろうか。現在ココナド拘置所は2000年に起きた大火災で廃墟になっている。心霊スポットとして悪ふざけで入る若者は後を絶たない。その壁にはデオカロンチの絵を模した落書きが多くされており、これもまた不気味である。あなたはこの一連の事件をどう考えるだろうか。